いきなりどうもジョンです。今回は国若ステファニーベースチーム忍者というわけでね、こちらまた世界選手権ゴールデンチケットをかけた大会クラッシュマスターズの予選3回目になります。そのね、ファーストマッチがね、僕らにとってシードだったんですけど、2戦目の相手がいきなり忍者ということでね、カズマくんがね、チーム忍者からクイーンウォーカーズに移籍したというところでね、少し因縁じゃないですけど、そういうところもね、ある対戦になるかなと思います。今回もね、5分30の対戦クイーンウォーカーズ目線で見ていきましょう。早速やっていきます。さあ、早速やっていきましょう。先行とかではなくてね、30分以内に、2人、30分以降に、30分の対戦で15分以内に2人攻めて、15分以降3人みたいなね、そういう割り振りがある対戦になってるわけなんですけど、さあ、まずは最初の2人を見ていきましょう。さあ、ロケバルとバルーンを使って突撃艦を刺していきます。さあ、タウンホールの方までしっかりとゴブリンセット届けていって、クイヒーの方を6時側からスタートしています。援軍は結構細かそうですね。ウォールブレーカーでイーグル区画へ穴開けするような形を作りつつ、ロケバルがだいぶ遅刻してやってきそうですが、さあ、レイジ。こういう結構ね、細かいスーパーガーゴイルとかロケバルとかって援軍釣り出された時にめちゃくちゃ弱いですよね。さあ、瞬発火力ってところではね、最強火力なんですけど、さあ、キングでサイドカットを行いつつウィザードも使ってるので、キングにこの対空砲の部屋を殴って入ってほしいという狙いですね。さあ、バルーンを縦にドラゴン展開していって、ドラゴンライダーとクイヒードラドラ。結構エアスイーパー逆光なんでね、この面取るの結構と思ったんですけど、さあ、フリーズをかけてしっかりホームを温存したいっていうイメージですね。火力を抑えていきつつロイヤルチャンピオンまで追加していって、ここで一気にトームをかけていく。さあ、レイジまで乗せていって全てのユニットをトーム中に進軍させていくと。さあ、マルチがヒーラーに横打ち入ってるんですけど、どうしますかね。さあ、ドラゴンライダーがしっかりマルチの方に刺さってくれて、これはドラドラのね、ライダーを入れる意味がありましたね、ここで。ドラゴンだけだと、この真ん中マルチっていうところにね、なかなか寄ってくれなかったと思うんですけど、今回ドラゴンライダーを入れたことによって、マルチ IT の方までしっかりスライドしていきつつ、さあどうだ、ロイヤルチャンピオンがまだ能力が残っていて、フリーズ2とインビジブルがある。クイーンの方もね、最終区画クロークに残した状況でレイジをかけて、回ってきております。さあ、フリーズかけてしっかりドラゴンを延命していきますが、ここはホーミング。さあ、防衛施設すべて削り切ることがこれでできますね。さあ、インビジブル余っていって前回とガーサス。いや、なかなかこれはね、安い逆光だし、なかなか思いつかないような形だったので、ガーサスでしたね。さあ、忍者から来たカズマくん、フルス A のアタック。選んだ戦術は、ドラゴンライダーにクエイクを使ってタウンホール起動していくタイプのフレームシューターですね。にライドラが1体入っている。さあ、通常ウォールブレーカーで罠チェックしていきましたね。さあ、シューターを投げ込んでいって、まずはタウンホールを落とす前準備を行っていきます。特にユニットは出てないですかね。さあ、バルーンを出して、ホーミングチェックしっかりありました。テスラチェックだと思うんですけど、ホーミングもしっかり。こんなところはあんま関係ないんですけど、罠の傾向がこのバルーン1体だけでも結構わかりますね。さあ、アーチャータワーに一撃入れて、その後の動きでクエイク入れていくかな。さあ、入れていきましたね。さあ、ウォールブレーカーがね、この壁に向かってさっき突き進んでいたので、この壁に巨大爆弾がね、2連でドドンとあったとしても、しっかり罠が解除できているという状況。クイックでしっかりクロスボウとか揺らしてあげることで、これタウンホールの方にね、大工の直すおじさんたちがやってきてないので、結構早めにタウンホールの削りが入りましたね。ライドラでサイドカットしていきつつ、逆サイドはキングクイーン展開して、真ん中にドラドラを展開していって、レイジを1、2と左、右と振り分けていきましたが、このレイジのかからない間を通っていきましたね。さあ、フリーズもまだ5発あるというところ。さあ、ここは対1クロスに捕まってシューターはお仕事が終わってしまいますが、サイドカットとウォールブレーカーで穴開けしてマルチ IT の方にヒーロー誘導狙ってますね。さあ、ライドラの方はカットしてくれたんですが、微妙に残りつつある。さあ、そこに対してロイヤルチャンピオン追加、援軍
にポイズンかけますが、これは少し残ってしまいそうか。1体残りそうだ。さあ、これは、真ん中マルチと援軍はでも、ただこれまだ残ってましたね。細かいところが残ってまして、ここに対してイエティがタゲを取ってくれている。熱いぞ。さあ、真ん中マルチにはドラゴンがスライドしてくる。フリーズがまだ3発。さあ、ここからはヒーローの使い方を、伸ばし方をやっていく形なんですが、ここはインビジブルで隠していって、クイーンも黒くあるよ。フリーズギリギリ。さあ、フリーズをかけまくっていって、ここで巨爆クロック。うわ、耐えきれない。耐えきれないですが、これはなんとか全開まで持ってって、カズマくんはこういう終盤のヒーローの動かし方がうまいですね。はい、というわけでね、星6スタートクイーンウォーカーズだったんですけど、対戦相手チーム忍者の方も星6スタートと、時間の方もほぼ変わらずということでね、全く互角のスタートになりました。かなりの取り合いになりそうですね。というわけで後半戦やっていきましょう。さあ、クラウス。スケルトンインビジブルコウモリと、コウモリは一発なので、マルチかな、もしくはシングルって感じですけど、マルチですね、さすがに。シングルを折るパターンはね、ヒーローを伸ばすためにシングルを折るっていう選択はありかもね。真ん中マルチはその分なんか別の取り方ができてるような形じゃないといけないんですけど、最安いギリギリですが、これ壊れたらちょっとだけ美味しそうだけど、そんなにヒーローパートの流れからすると、取るのは必須なようなあれではないですね。さあ、ベビドラサイドカットをしてからキングを入れていく。巨爆。この辺シューター対策だと思いますね。今結構シューターに対してこういう罠が多いですね。この角に対して、こういう重要施設を撃つときに2連巨爆とか巨爆がシューターにヒットするみたいなね。イエティで迫撃のタゲ取るみたいなとか、バルキリーでタゲ取るみたいなのね、そういう攻略の仕方が増えてるので、そういう相手に対しては巨大爆弾を突き刺してあげれば、シューターが伸びないよねっていうシステムが出来上がってるわけなんですけど、さあ今回はシューターを少しヒーローの後遅らせて出してきました。さあ、ロイヤルチャンピオン、これ誘導狙ってた通りなのかなどうかわからないですが、さあ、タウン裏シングルの方にロイちゃん伸びていって強いこれ。さあ、シングル降り切っていって、クイーンもクロークで、これクロスまでいけんじゃない？さあ、先に降り切れるか。ポイズンないとこギリギリ走っていって、対空まで降り切って強。さあ、ガゴ出しましたが、そこにはテスラ。ここはバルーンを出していくことで、クイーンも延命していって、さあ、シューターはシューターでだいぶ働いてますね。この辺、シングルの方までシューター伸びそう。さあ、一気にラバストライカートームで、ロイヤルチャンピオン倒していきつつ、真ん中走っていきますね。ストライカーが真ん中を走っていって、相手のキングまで到達しましたが、さすがに力をつけていって、いや、強いな、シューターが。さすがにここで迫撃捕まってしまいますが、これはもう十分ですね、ラバルなので。さあ、最終区画、大量のバルーンが回ってきて、イーグル区画に集合していきます。これは強いな。超強い。さあ、ヘイスト走らせていって、何体バルーン残ってんだ、これ。圧倒的すぎる。強い。これはうまいな。いや、半端ないアタックでしたね。さあ、ホッサン、ライトニング7発の、ライダー3体とラバ2体のラバルですね。チョコさんが、まさに、防衛側のチョコさんですが、チョコさんが結構ね、去年の世界大会の時にね、付近に使い始めて、なんだこの戦術はみたいな感じになったわけなんですけど、おっさんもちょいちょいやってますね。さあ、まずはバルーンを出して大砲を切りつつ、こっちは盾とするホーミングチェック用のバルーンで、タウンホールまで突撃艦を投げ込む。しっかり届きそうですね。はい。さあ、ただそんなにバルーンを使ってしまうと手元のバルーンがもう15体ですからね。さあ、その割にラバが2体ということで、かなりね、使い分けていくようなバルーンのピンポイント差が大事になってきそうですが、アーチャーでまずは引っ張っていきつつ、ここはクイーンですが、このインビジブルうまい。
さあゴブリンもしっかり隠していったことでストライカーを先に打ち込んでこれはさすがにリカバリーだと思うんですけど、今のインビジブルは素晴らしいインビジブルでしたね。さあヘイストも1枚というところで結構ライダーに重きを置いてそうですかね。対空砲は1、2、3、4本と全部残ってて、ヒーローで取れそうなのが1、2本というところ。そうなるとこの2本に対してラバ2体で分担していくってイメージですかね。なるほどなるほど。このエアスイが吹いてクロス投石のエリアってところをライダーでケアしていくような流れになりそうですね。さあクイーンクロック、ここは結構罠置かれてそうにね、誰しもが思った区画だと思うので、しっかりとケアもしていきつつ、フリーズ2発目でこれクイーンクロック打っちゃってますからね。さあ真ん中マルチまで伸びてほしいところですが、おおラバここから使っていく。さあラバストライカーロイヤル嘘、ここで一気にトーム。さあラバが通ったことでこのライダーが伸びていくんですね。でトームのかかったラバが対空砲に届いたところで裏からバルーンを進めていくと、さあこの辺の空罠が一切警戒しなくていいと、ラバを通したおかげでこういう形が作れるとうまい。さあ裏からバルーン4体なんですが、ラバハウンドからのバルーンでもう裏のラバルのバルーンパッド4体ですからね、すごいねこれ。さあロイちゃんのブーメランが飛んできたので対空砲が折れていきつつ最終区画に集まっていくと、いやうまいね、これも非常にいいプランだ。さあ全てのユニットが合流していって圧倒的ガーサス。さあ早くも本日ラストアタックですね。5人目やっていきましょう。クイヒラバル。さあ今のところ4人連続全開中というところでね、12点ラストアタック。ただ忍者の方もね最初の2アタックで全開を取ってきてるので、最後蓋を開けてね、どっちがどういうスコアで終わってるか見るまでわからないですね。さあベビドラサイドカットしっかり刺さっていきつつ、クイーンをしっかり誘導していきます。穴開け2発。さあバルーンを出していきつつキングと当たっていって、ここに対してストライカーを合わせていって、アイゴレキングからのジャイロイちゃんウィザードでサイドカットがっつり決めていきます。ここバルキリー積むかアイゴレ積むかだったんですけど、両方積むのはちょっと枠数的にももったいないし、アイゴレだけでね突破できるレベルなので、こうやってテスラとかリクスケとかね絶対にあるなと思っていたんで、アイゴレ採用ですね。なかったらなかったでただ伸びるだけなんで、さあリクスケ4本ぐらいやっぱあったかな。ここテスラも全部固まってるし、予想通りでしたね。さあしっかりとここウッドランチャーまで突き刺してあげて、こっちねフリーズってか見えてたんだけど、これもうフリーズがもう2発しかなくてターン打ちたいなって思ってたから耐えろーと思って言ってました耐えれなかったですね。さあここなんということでしょう、ヒーラーが全部イエティにスライドしてしまいます。ふざけんなという感じですね。さあウッドランチャーを伸ばしすぎたことによってイエティが完全に分かれてきました。さあタウンホールはあとはラバルで回収していくような形ですが、最終区画ここまで食い火で見てたんですが、クロークもないしヒーラーもないしというところでね、かなり苦しい展開になっていってしまいました。さあしっかりとここに対してはラバーまで混ぜてトームをかけていきつつ、裏からバルーンでまとめていきます。穴開けするためにね、バネチェックのためにゴブリンだったりババア2体とウォールブレーカーを使ってね、ウォールブレーカーのケアはしてたんですけど、さあどうだ、最終区画ヘイストバルーンでシングル IT の方まで進めていきつつ、ラバが1体ギリギリ残ってますね。さあしっかりバルーンで押し切っていくことができて、ちょっとね形崩れたというか、ヒーラー持ってかれたのが一番痛かったですかね。ただクロークさえ残ってればって感じもあったから微妙なとこだな。インブをロイちゃんに打たないでクイーンに残すか打つかしとくっていうのがベストだったかもしれないね。ただこれで全開取り切ってクイーンウォーカーズの方は15点獲得というところで、最終スコアを見ていきましょう。というわけで最終スコアはこちら。はい、クイーンウォーカーズ15点、15対14というところで最終的には
最後の最後に1防衛入って、しかもね、この時間がちょっとだけかかってるっていう、まあ最後はあれだったからかな。まあ。いや、危なかったですね。さすがに忍者も強かったですが、去年の世界大会出てたわけですからね。カズマくんがね、移籍してきて、フルスとの対戦になるのでね、心境的にはちょっと難しかったかもしれませんが、しっかりとパーフェクト勝利と。最近の、あれだな、クラッシュマスターズとか、結構1日に何試合も予選する系ね。前の大会もそうだったし、僕たちの初戦がね、予選1回目がトライブゲーミングが初戦、2回目が11オリジナル、3回戦目がチーム忍者というところでね、結構出場してくるクランの数がちょっと減ってる分、強いとこと当たりやすくなってるなっていうのが体感的な感想ですね。結構やっぱね、強いクランは限られて、出場してくるクランもね、やっぱ日程的にも結構ハードだったりするからそんなに多くはないんですけど、日本クラブ結構増えてるかなって感じなんですが、大体1日に 4,5 試合は絶対に必要になってくるっていうところなんでね、よりちょっと昔よりはね大変な作業というか大変な試合数にはなってるんですけど、その分なんか初戦からレベルの高いマッチングが増えたなって印象ですね。最近だって名前聞いたことないようなクランですら14点15点を取ってくるようなね、どの相手に対しても気を抜けないみたいな対戦が多いので、やっぱり、そういう中でもやっぱ知ってるクランと当たるとね、こういう大接戦になるのはね、ほんと心臓に悪いですね。というわけでしっかり14対15で勝利をすることができて、ファーストラウンドはシード、これがセカンドステージですね。はい、ここから最終3回目のクラッシュマスターズの予選勝ち抜きまでやっていきたいと思いますので、続きはまた明日の動画でというわけで、チャンネル登録、これ写真を撮った時にお願いしましょう。そんなろ。